アレクセイの告白。ニコライ2世は息子アレクセイの顔を見るために今夜もアレクセイの寝室に寄った。あまり具合の良くなさそうな息子に心配を募らせていたその時、アレクセイは言った。怒らないで聞いてくれる。ニコライは、可愛い私のアレクセイよ。もちろんだ、と答えた。いつも僕を見てくれるあの人、僕の病気を治してくれるのかな。いつも注射を打ってくれるけど、注射を打ってしばらくは病気が治るけど、少し経つとまた気分が悪くなるんだ。病気を治してみんなのように元気になって遊びたいな。アレクセイを慰めて寝るように指示を出した。ニコライは自室に戻る途中ずっとさっきの言葉が頭に残っていた。確かにラスプーチンの治療は病状を改善させている。しかし回遊しているというわけではない。疑問が巡る。ラスプーチンは本当に奇跡を起こす僧侶なのか。彼の存在は本当に息子のためになるのか。調べてみよう。アレクセイのために。ラスプーチンの排除。グリゴリーエフィモビチ・ラスプーチンはロシア皇室に深く関わり続けた一人の僧侶だ。彼は皇太子アレクセイの病気の治療にあたり症状の改善をしてみせたため皇室の厚い信頼を買った。それゆえ絶大な権力を持つに至ったのである。しかし皇太子アレクセイの告白が皇帝ニコライ2世の信頼を大きく揺るがしたのである。皇帝は秘密裏に調査を部下に行わせ、一つの真実を発見した。ラスプーチンの治療、それは鎮痛剤を用いたものだと判明したのである。つまり病気の根本解決を目的したものではなく、その場しのぎの治療だということだった。それにもかかわらずその僧侶は皇室に入り込み権力を欲しいままにしている。ニコライ2世は彼を排除することを決めた。息子の命をもてあそんだ代償は大きい。皇帝は怒りに燃えている。怒りの後に憎きを滅ぼした。だがその後には何があるのだろうか。あの怪物がいなくなった後、彼は動揺していた。ラスプーチンの遺産が皇帝を政治のテーブルに向かわせるのを嫌にさせているのだ。貴族たちや多くの政治家からの皇室に対する信頼はほぼないに等しかったのである。ここからどうすればよいか。ニコライは頭を抱えて目を閉じた。もはやラスプーチンも彼に近しい側近もいない。助けてくれる手は存在しないのだ。もはや何も信用できなくなってしまった。多くの者が皇帝に敵対心を持っている。ここからできることは敵対する者を粛清して皇帝の権力をさらに強力にすることかもしれない。何も進まない政治に疲れてしまったニコライは本を読むことにした。本棚には彼のホルシュタイン、ゴットルプ、ロマノフ家の歴史書があり、それが目に留まった。先祖ならこの状況をどうするだろうか。アレクサンドル2世、ニコライ2世の祖父である。アレクサンドル2世はこのロシア帝国を大きく改革した一人だ。クリミア戦争の敗北は帝国の弱さを露呈させたのであり、その後処理と改革が求められた。それに従事したのが彼である。濃度製の解体をはじめゼムストボの設置など西欧に追いつくためあらゆる改革を断行した。しかしポーランドやウクライナ、ベラルーシの民族主義者の反乱によってアレクサンドル2世の改革も反動化を始める。そしてポーランド人によって爆殺されてしまったのである。忘れがたいあの日、1881年、ニコライ2世の人生は変わった。父のアレクサンドル3世と祖父の死に複雑な感情を抱いていた。祖父は帝国の改革を行い、やがて臣民にも恩恵を与えるはずの存在になっていたはずなのである。しかし祖父は民族主義者に暗殺されたことは改革を、民衆に寄り添う政治が無駄であることを象徴した。だから父は皇室を守るために専制政治を推し進めた。ニコライも例外ではなかった。だが今
今はあの時と状況は違う。時代は目まぐるしく変化し、ニコライは明らかに置いていかれている。彼はそれを実感していた。民衆は政治家も含め皆明らかに専制政治に対し反感を強めている。自由の日は次第に勢いを増し、やがて自分をもさらには息子のアレクセイをも焼き尽くすかもしれない。専制的な政治は逆効果という懸念は拭えない。だがでは祖父の死は何だったのか。ロシアの皇帝は八方塞がりだ。そしてニコライはこの時からさらに悪夢にうなされるようになった。苦痛は大津だけで十分だ。アレクサンドル一世、ロシア帝国は彼がいなければ今日まで存在しなかったかもしれない。ナポレオンが欧州を飲み込んだ時、最後の砦はついにこの帝国のみとなったのだ。1812年の祖国戦争は大きな犠牲を払ったが、フランス帝国の大陸軍を大きく消耗させ野望の阻止につながった。若く強く美しさも兼ね備えた指導者がロシアに欧州に希望を与えた。だが彼は常に自由と共和、そして権威と専制の板挟みでもあった。祖国の遅れ、ナポレオンの革命の遺産が彼に危機感を与えた。そうして彼は苦しみながら反動政策を取り、やがて無関心にすら陥り、そのまま病に倒れて崩御した。エカチェリーナ2世、ロシア帝国を列強へ導いた女帝である。ロシア皇帝となった彼女だが、生まれはプロイセンの私的院である。皇太子妃候補になってからロシア語を学んだほど、それまではロシアに縁がなかった彼女。しかしピョートル3世と結婚し、ロシアについて彼女は恐ろしいほどまでの努力を重ねた。多芸多彩、知識豊富、それ以上にロシア正教への改宗、貴族や国民への根回しも怠らなかった。彼女の夫が皇帝になり7年戦争の講和が発生すると、彼女の機運が高まる。夫に対しクーデターを起こすと、そのままロシア皇帝になった。国家の近代化に努め、対外政策も成功を収めたが、フランス革命の影響を恐れて啓蒙思想や文化の規制を強めた。ピョートル一世、ロシア帝国を作ったのは彼だ。それ以前のロシアは西欧の強国に到底立ち向かえない辺境国家に過ぎなかった。しかし彼はその自分の足で西欧がどのようなものかを見てきた。オーストリアの壮麗な街並み、イギリスの盛況な海軍、どれもロシアには持てないと思われた。だからツァーリ自身が自分で土を持ち打ち始めた。そうして完成したのがロシア海軍であり、サンクトペテルブルクであり、ロシア帝国なのだ。彼が西欧にも並ぶ大国としてのロシアを作ったのだ。だが彼が土を持っても完成させられなかったものがあった。自分の後継者だ。いくら努力しても彼の思う通りにならず、結局後継者を決めぬままこの世を去った。ピョートル一世の改革は間違いなく評価できる。だが急進的な西欧化は当時の多くの人間には受け入れがたかったようだ。ニコライ2世、強きツァーリとロシアを求めここまでやってきた。祖父の死、大津事件、そして今回のこと、彼に試練の数々が降りかかった。やっと今権力を取り戻したが、もはや取り戻しがつかなくなったのかもしれない。時代の波にこれ以上逆らって進めるのだろうか。彼の決断の時は迫っている。些細なことがいつも時の流れの鍵を握っている。ツァーリの決意。ニコライ2世は本を閉じた。職務の時間の半分を読書に費やしてしまったが、過去からの教訓を学び、自分を見つめ直す時間を得たことを示していた。ニコライは執務の席に座り、ため息をつく。そして窓から見える空を見つめていた。祖父は改革
を施行したため殺された。だからニコライは専制の道へと進んだ。しかし改革なしにロシアは大国になれなかったはずだ。それなしにロシアが存在していたかすら。そして改革を推進し栄光を語られている英雄も晩年には反動化したり人間関係に大いに苦しんでいる。まるで自分を覗き込んでいるようであった。自分はすでにロシアの指導者としてロシアを良い方向へ導けないかもと同時に、退位してもアレクセイも同じではないか。それ以上に夢にまで見る悲劇が息子にも降りかかるかもと考えると正気でいられなかった。そして彼はつぶやいた。皇帝にふさわしいものを探そう。ある日のこと、数々の候補者を見て回った。だが決めかねている。次の後継者にふさわしい者はいたと思う。でも彼はまだ指名はしていないのである。ある日、ニコライの政務補佐が言う。とある雪がよく降る町に遠い血縁者がいるというのだ。彼は顔をしかめた。その町は遠く、そもそもその者が政治の経験がないと思えたため、実りがない可能性が高かったからだ。だが全ては彼が始めたこと。一人でも候補が存在するなら会うだけ会うことにした。自動車、いまいましい音を出す代物だ。馬車はほとんど自動車に淘汰されるかもしれない。時代は進み全てが機械化されていくように感じていた。だが最適な移動手段はこれのみであり、乗るしかなかった。冷たい空気が肌を刺すようだ。気がつくと到着していた。雪が深々と降る小さな町に彼がいた。皇帝の名は寒い。だが吐く息は暖かい。収穫、お茶を用意してもらい待っていた。彼に会い、そして名乗ると慌てた様子で家に案内されたのだ。そして身なりを整えるので待ってほしいと突然訪問したため、ニコライも致し方ないと待つ。ニコライから見て彼の容姿は若く見え、そして美形であった。茶で体を少しずつ温めていると彼がやってきた。ニコライは目を丸くした。軍装に着替えた彼のその姿はニコライには覚えがあった。前に読んだ過去のロシア皇帝に見覚えがあったのだ。多少動揺したがそれを抑え、席につき彼と対面で話す。どこかおどおどとした落ち着かなさがニコライをイラつかせたが、過去の皇帝について話題を振るととても話が弾んだ。やはりそうだ、知っているのだ。議論につくとやはり候補者を誰にするか悩んでいた。頭の中で情報を整理するのだ。中には忘れかけていたものも多くいたが、だが答えはもう決まっているのだろう。指名、ニコライ2世は声明を出した。自らの退位を発表し、次のロシア皇帝になる人物を指名したのである。それは全ロシアの情報筋を震撼させ、政治家や貴族に衝撃を与えたのである。この決断はロシアの未来が不透明になったと批判する者もいる。しかし逆にそれをチャンスと捉える者も多い。ロシアの改革を施行する層、民主化や別体制を望む者まで反応は多岐にわたった。いずれにせよこれで歯車は大きく動き出したのである。指名を受けた者も間もなくペテルブルグに到着する。ニコライとの会話を複数回挟んで退官までニコライが主導して進める手はずとなっている。もちろん全てをそのものに投げるわけではないが、彼も補佐という形で裏方として手助けできるものを手助けするとなっている。この決断はきっとロシアの未来につながるはずだ。次のロシア皇帝を指名する。その者の名はロシア帝国で新たなツァーリが即位。旧法が全世界に届いた。ロシア帝国に新たなツァーリが誕生したのである。ニコライ2世は突如退位を宣言し、次の者に帝冠を渡したのである。アレクサンドル・リザーノビチル・イバノフ。彼
彼は経図的にも直系の人物ではない。そのため事実を知った多くの者が目を疑った。その背景にはニコライ2世の退位宣言直後に皇太子アレクセイの皇位不継承宣言があった。皇太子は持病によりとても政務を行える状態にも年齢にもないと伝えられた。しかし歴史的にも異例な事例であることは明らかで、ニコライ2世自身にどのような心境の変化があったのか、また皇室や帝国政府にどのような意図があるかも明らかになっておらず、各国政府やマスコミが探りを入れ始めている。新皇帝は若く、容姿は美しく、アレクサンドル一世の再来という声、そして雰囲気の気高さや知識豊富さがエカチェリーナ2世とも似ているという声もある。いずれにせよ今分かっていることは、帝国の未来は彼にかかっている。歴史を紡ぐ、ついに定冠を渡す時が来た。まるで嵐のような速さで戴冠式を行ったため、準備に走らされた者たちはさぞ苦労したことだろう。新たなロシア皇帝の戴冠式を傍らで見ていたニコライは、26歳の自分がそこにいる光景を思い出した。いくつもの試練がありながらも、新たなロシアを率いる意志の強さがあった時の若々しさを持った自分を、未練は多く残っている。こうせずまだ自分が皇帝であり続ける未来もあったかもしれない。だが少なくとも彼が危惧した未来よりはるかに良い。そう、これで全てが終わったわけではない。まだツァーリの物語は続いている。全てはやり方と解釈の仕方次第だ。あの本の系譜に大きな追加が加わることだろう。複雑な微笑みを浮かべながら歴史を紡ぐということはこういうことなのかもしれないと、定冠が彼の頭にいただかれる瞬間を見守っていた。神よ、新たな皇帝を守りたまえ。小さい幸せ、小さい宝物。あれから数年の時が経った。それは早くも長く思えた時間であった。ニコライは退位したとはいえ、かなりの苦労を強いられた。政局も目まぐるしく変化し、さらなる決断をしなければならない場面も多くあった。それに貴族や皇族に至るまで根強い反対も多くあり、辛労が絶えなかった。だがそれでもニコライは今健康で過ごせている。それは新たな皇帝や新たな協力者、新たな支持層などの人々との協和の上で成り立っている。世界情勢は特に思わしくないが、今のロシアであれば恐ろしく感じたりしなくなったのだ。そんな中、ニコライはとある別宅にいた。そこには成長し、治療のおかげで元気に歩いているアレクセイの姿もあった。そして娘たちと愛する妻、彼の家族にも大きな変化があった。皇帝一家ではなく、とある一つの家族として過ごしたからか、ニコライはそこに温かさを感じていた。息子と焚き木を用意している。楽しく息子と会話しながら、この時間をニコライはどれほど望んでいたであろうか。過去よりもより良い未来を築けると信じて、私たちは希望を追い求めていくのだ。皇帝も人間である以上に、ニコライ2世も一人の父親なのだ。